ノウハウ編ムービーです。長年愛用してきたウォーハンマーカラーから一部を除いてパレホをメインに塗料を変えてきました。今回はシタデルカラー時代に使っていた塗料に似た色を追い求めてたどり着いたパレホでの類似色7点レビューすることにしました。これはベースのナイトロードブルーというカラーですが、個人差、個体差はあると思いますが、ウォーハンマーカラーの経年による容器内での塗料の分離、使い始めと比べての濃度の違いなどで、溶剤を使っても均一なペイントにどうしても苦手意識がありました。旧シタデルカラーの分離は時間経過で顔料と溶剤が沈殿して起こる自然な現象で、塗装前にしっかりと振って攪拌すればある程度は使用できます。今回はそれぞれのカラーでパレホなら同じ色ならこのカラーというのをテスト塗装をしていきます。先のナイトロードブルーに対してはモデルカラーのインファントリーブルーを使うようにしています。ウォーハンマーカラーのベースマクラーグブルーに対してモデルカラーでブルーです。こちらはベースカレドールスカイというカラー。対してパレホではゲームカラーのマジックブルーを使うようにしています。レイヤーのローザンブルーです。濃い色味の水色。近しい色としてモデルカラーのアンドレアブルーを使用しています。濃い茶色の塗料です。ウォーハンマーカラーではベースのソンディアブラウンです。対してパレホではモデルカラーのチョコレートブラウンを使っています。鮮やかな赤カラーです。レイヤー塗料のイービルサンズスカーレット。これに対してパレホではゲームカラーのブラッディレッドが定番の赤です。濃い色味の銀色です。ウォーハンマーカラーのベースアイアンウォーリアー。モデルカラーのガンメタル。パレホの鋼カラーです。それぞれをプラのスプーンにテストペイントをしていきます。ベースとしてまず白を塗りますが、使っているのはパレホのモデルカラーのホワイトグレーです。少しグレー味を帯びた白。隠蔽力強く、下地としても最適ですが、白の上塗りをするときにも使っています。ちなみにこのカラー自体、シタデルカラーをメインで使っていたときには、ベース、コラックスホワイトを多用していて、その代替として導入し始めたカラーです。今回ペイントする7つのスプーンにベースを塗っていきます。表裏それぞれ両面。模型用の平筆を使って塗りますが、これはあっという間にできてしまいます。そしてそれぞれのパレホのカラーを上塗りしていきます。まずは濃い紺色。ベースカラーのインファントリーブルーです。今回サンプルの中では一番濃いカラーのはずなんですが、意外と隠蔽力が弱めのカラーだったりもします。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。次にモデルカラーのブルーです。単純にブルーという名の標準的なカラーに感じますが、見た目の印象は結構しっかりした濃い色味の青です。隠蔽力は相応という感じだったりもします。先のインファントリーブルーよりは均一に色が乗っていきました。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもパレホの魅力です。そしてマジックブルーです。こちらは明るい鮮やかな青カラーというイメージです。ブルーかマジックブルーか。ただ、青を塗るという時には好みは分かれる気がしますが、アニメ由来のフィギュア塗装なんかでは、このカラーの方が鮮やかで明るくなります。均一な色塗りになるために、ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを水で薄めて使いながらペイントをしました。続いてアンドレアブルーです。パレホの水色だとゲームカラーのサンライズブルーというのもありますが、もう少し濃い暗い感じの水色を探して行き着いたのがこれです。顔料と粒子の反射力の差だと思いますが、今回の青はこのライトに近づいていく方が隠蔽力は強くなっていきました。最近はこのアンドレアブルー多用しています。次は茶色です。
モデルカラーのチョコレートブラウンです。フラットブラウンなどの方がポピュラーであまり出回っていないカラーかもしれないですが、最近は濃いめの茶色だとこれ一択です。モデルカラーらしい粘性と隠蔽力でとても扱いやすいです。赤といえばファレホではブラッディレッドで一番多用しているカラーかもしれません。鮮やかさ、粘性、隠蔽力の強さも全て抜群で、このスプーン塗装でも一発で色がしっかり乗っていきました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。最後はメタリック塗料のガンメタル、モデルカラーの塗料です。銀色ではゲームカラーシルバーを使っていますが、それよりも濃い色味の時には、これまではウォーハンマーカラーのアイアンウォーリアーを使っていましたが、これに切り替えました。照明の当たり具合で若干の差はあるものの、これもほぼ相違ない類似色と言えます。この塗料もとても色のりが良いカラーです。塗装後は水性トップコート艶消しを全体に吹き乾燥させました。色塗り終わったサンプルスプーンを見ていきます。インファントリーブルーです。以前に塗ったウォーハンマーカラーナイトロードブルーがこちらです。続いてモデルカラーのブルーです。もともと使っていたマクラーグブルーと比べて。次はファレホのマジックブルーとウォーハンマーカラーのカレドールスカイです。これは若干の色味は違いはあるものの、ほぼ違いない2色の仕上がりです。続いてアンドレアブルーとウォーハンマーカラーのローザンブルーです。アンドレアブルーの方がしっかりとした色味で濃く仕上がっていると思います。続いてモデルカラーのチョコレートブラウンです。濃い色味の茶色。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。ウォーハンマーカラーではレイヤーのイービルサンズスカーレット。最後はモデルカラーのガンメタルです。光沢のつき方で少しの違いはあるものの、濃さ、色味としてはほぼ違いない仕上がりです。ということで今回はウォーハンマーカラーから切り替えた7色のパレホ塗料のサンプル塗装レビューをしてみました。また第2回も予定しています。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。